トラクターに積む作業、こんな感じです。臭いわ。到着したばかりで聞いてください。よーベイビーたち、3ヶ月ぶりに生産できるようになってますね。ほら、今日生産したこちらの液体はね、固体化していきます。前回の動画シューペンだったんですけど、メンテナンスの期間は3ヶ月間くらいかかりますけど、でブラジルでのゴムの木って全員にそう決まってるわけじゃないんですけど、俺はね個人企業みたいなもんですよ。なのでその間ずっと金はもらえてない。だからこうしてまた生産できるようになった時期に達すると、結構ね3ヶ月間毎日さ仕事しても金はもらえないんで、また稼げるようになるわけです。でそのシューペンの内容として、その収穫です。スイス語には行う作業なんですけど、で今見ての通りつい数分前に切ってさ、まだまだ樹液が出てくれます。で今回シューペンの内容として収穫と、トラクターに積む作業を少しだけは見せられますね。それらについての詳細は最後の方で語らせていただきたいと思います。それではまた数日後、レッツゴー。翌日です。見ての通り白が一切ない。メンテナンス中だったから。ついた登れここで白が集められてます。高い場所で。ちなみにここで最終的に白が集められてトラックに積むんですよ。数多くの白がいるんで、さすがに遠いんで、ほら結構遠くまで続くよ。これを全部トラクターに積んでまき散らす。ここにはね200個くらいあるんですよ。降りてゆっくりね、降りて180センチくらいの高さ、それぐらいかな。これらは全部トラクターの2台から白を投げ落とすだけだっていう地味な作業なんで、いらないと判断します。それではまた3日後に回収収穫の作業に移ります。もう8割くらいの収穫は終わってます。こんな感じです。一人落ちてたな。離せ。臭いわ。聞こえてますか？雨が降りそうなんでささっと終わります。終わりたいと思います。だってよ、終わりが近い。暴走が始まる。もう時間がないと、その前にこれを伝えたいと思います。うまいわ。1
さあ、よ5、6、7。こんな感じで、これで取っていくんですよ。まあ、雨といっても霧雨です。そんなすぐには降れない。ブラジルはどっちかというと、雨に降水率が低い方です。うちは田舎だからさ、そんなには降らないです。あとはまとまるだけです。こんな感じになりました。ここまでいっぱいにしてさ、まあそれが理想なんだけど、まだまだね、これ全部残ってるんで、まあ、この後でもいいので埋めたいと思います。膜の間にスペースを空けてあげると、こちらの固体化したゴムの質が保てます。風が通りやすいようにして、その下にあるゴムにもちゃんと息ができるようにするってことです。それでは最後の作業に移りたいと思います。トラクターに箱を積む寸前までやってまいりました。4日間経ち、こんな感じになっています。まあ、いい方ですよ。質的にはいい方です。程よい程度の乾き方はしてないんですけど、まあ、降ったばっかりなんですけど、まあ、いい方です。これならいい値段はつきますよ。それなりにね。昼1時半にトラクターに乗り、積む作業に移ります。で、どこに移るかっていうと、そしてここにあった箱をこんな風に何も残されてない。昼の1時半とかにトラクターに乗って、ゴムの入ってる箱を取っていくんですよ。それからここに積みます。それから最後の作業としてトラックが明日来るんですよ。例えば俺の分は17箱を集めました。それらの計量してトラックに積み込みます。以上です。それではトラックに乗っていきましょう。おはようございます。朝の6時です。今回はね、ちょっと脚本を作らせていただいて、大事な内容なので、しかしその前にちょっといい光景を見せてもいいですか。眩しかったですか？眩しい方です。じゃあ行きますか。トラック積みの作業に許可が下りたとしても、
これらはチームワークで行う作業で、迷惑な話であることは目に見えているので、問題事は避けるべく撮影可能範囲に絞ったのですが、いかがだったでしょうか。すげえ、ちょっと的確。結構ね、自分のためじゃないコンテンツですが、自分自身もいつか遠く未来でもしかしたら見てみたくなるかもしれません。正直ですね。記憶だけで良かったのですが、一応そういう気持ちも含めて今回の動画を撮ることに至るまでの気持ちでした。ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。いや、お会いしましょうはないんです。また次回の動画でねってやつ。ルーカスの元にしようでした。バイバイ。